前回お父さんいらっしゃったじゃないですか。年配のはいはい。もう辞めました。お父さん新しいお寿司の人でそれ白髪の何か理由があって。いやもう年やからね。で駅からも歩くのがしんどかったんですよ。精一杯してお母さんの方が先にちょっと引退してしまってね、1年ぐらいお母さん辞めてからは一人で来ててんけど、もう体が偉いって言って、おいくつやったんですか？もう今90ですよ。そうですでなんか娘さんが香川におるからそこに一緒に住んではんねんけど、退屈らしい。もうずっと働きっぱなしでしょうね。でこの間つい1週間ほど前、お父さんここ移転してから食べに来はった。ここは覚えてるんですって、ふるさとをやっぱり。結構念入りにされる感じ。やっぱり殻付きのやつはかなり汚れてるんで、匂いもすごいですから、これでだいぶ飛んで。これを湯がいて、これで皮むいて。移転される
その今回きっかけ、今回というか、マンション上が古いからね、もうなんか耐震対応してないらしくて、もう移転しないといけないとなりました。早くからは聞いてたんですけど、でもそれがいつになるかわからないって言われてて、ちょうど1年前に言われたので、もう仕方ない。勝手がだいぶ違います。そのじゃあもう慣れました。慣れました慣れました。できる限り同じようにしてるんで、まあでも慣れましたもん。お客さんが多い時はちょっと手止めて手伝いに行ってっていう形になってました。ちょっとこう様子を見守ってっていう形ですかね。お客さん優先ですから。肉うどんの他にも。
これ全部うどんでいいですか？はいはい。これ減ってきた分3やったら3握ってこれ払ってるのなら3点セットに考える。やっぱりだいぶ持ってるやねんな。肉卵とじカチン、ハモ天、肉とじで3杯、肉が2杯。はい。チーム新しい店舗。ありがとうございます。ふるさと移転してなんか食べて。すごい。おしんこいくるあれですよ。そうそうそう。だからこれが1個でつくから、だからこんだけ出てるって言って。
前の店ではこんだけ出えへんかったから倍以上出てるから倍は出てるから幸せ。そばありがとうございます。どうぞすごい美味しそう。ありがとうございます。はーい、美味しそう。やば。やば。すげえすすげえ。ごいすごい。絶対でもなんか言うな水槽やな。でもさ、食べたうまっ。安心しません。こんな二日酔いの後それはいい。それやばい。マジ二日酔い。
お出汁ってなんか他のお店とちょっと違います？なんか昔から食べてるからこうなんか懐かしいなっていうなんかこのお出汁もちょうどいい濃さで。結構変色でホームラン出てるんでいいと思いますけど。お店のこちらに移転されたのっていつ頃？6月です。6月8日にこっちに移転して。そのまま増えられたみたいですね。増えて忙しいなったんです。なんか万博の時に随分お忙しかったような。万博がめっちゃ忙しかったです。忙しすぎて調子乗っとんちゃうかって言われたぐらいやけど、そんなこっちも必死のパンチですから。24時間営業されてらっしゃるじゃないですか。これっていつ頃？向こうの店入った自分からもずっとです。当初はその先代が屋台からそう屋台からやってたんですけど、4、5時間、5、6時間ぐらい場所を変えてやってたみたいな。交差点のところでやるようになってから移転するにあたって一番ご苦労されてた。ここマッサージ屋やったんです。
サージ屋。じゃあもうスケルトンの状態からそうですよ。ここもうスケルトンです。天井、空調、土間、全部。調理場から冷蔵庫からすごいですよ。すごい大掛かりなお金は言ってますけど、でもね、残さんわけにはいかないんで。先代ってちなみにどんな方やったんですか？厳しいですよ。もう遊びより仕事。もう24時間ずっと空いてますから。それが当たり前。1週間に1回でも休んだらええんちゃうかって言ってたら「何言ってんの?」って言われたもんです。僕らはもうついていけなかったんですけど、まあそれでもいまだにまだね続けられてる人もそれが伝統ですからね。それがふるさとの伝統ですね。ふるさとは24時間空いては当たり前っていうのが。ふるさとといえばっていうそうですよ。感ふるさとといえば24時間、これが当たり前です。じです代名詞になってます。はい。